世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。突然なんですけど、キーボードで文字を打つときってホームポジションという概念があるじゃないですか。 F と J の上に左右の人差し指を置いて、その位置から手首を全く動かさずに全ての常用キーを無理なく押すことができるっていう神のごときハンドポジショニング。これと似たようなものがゲームのコントローラーにも存在すると思っていて、そのホームポジションをできるだけ崩さないように操作体系を構築することができれば、僕がいつもよく言っているリンク感、プレイヤーの脳みそとキャラクターが直でつながってるみたいな、あの心地いい感じをさらに際立たせることができるんじゃないかなと思います。以前の動画でお話ししたチュートリアルの構想っていうのもある程度形になってきましたので、今回はこのゲームでチュートリアルパートを実際にプレイしながらコントローラーのホームポジションについて考察していきたいなと思います。早速いってみましょう。あえてさらっと流すんですけど、今回から作業環境を Unreal Engine 5にアップデートしています。毎度のことながら、この素晴らしいエンジンがなんと無料で使えちまうんだという事実にスピードワゴンさんも腰を抜かしちゃうんじゃないかなってちょっと心配になりますよね。実はソシャゲみたいにスタミナ制になってるとかそういうわけでもなく、ゲームの売り上げが100万ドルを超えるまではマジで無料で使えます。100万ドルを超えた場合に限って、その売り上げの 5% をロイヤリティとして開発元のエピックゲームスに支払うっていう感じですね。興味ある方はぜひ UE5 インストールして一緒にゲーム作ってみましょう。さあ、それではゲームスタートしまして、奥に見える竜の貼り付けを目指すっていうチュートリアルマップになっています。最初のこの広場で最も基礎的なチュートリアル戦闘が始まります。 R3 ロックオン、これが最初の一言説明ですね。操作を完了すると表示が消えます。四角ボタン、抜刀納刀の切り替え、これで戦闘準備が整いました。 R1 ターン押し側撃、 R1 長押し銃撃、それぞれの入力を1回ずつ完了すると次に進みます。さあ、そしてここで初めての深掘り解説ですね。側撃と銃撃。側撃は回避を咎めやすく、銃撃はガードを崩しやすい。このウィンドウで右の空いた空間に画像か動画を貼り付ける予定なんですけど、現在は文章だけになっています。動画の方が良さそうですね、この場合は。続いては防御面。 L2 回避、 L1 ガード。ここですね。これがホームポジションを意識して大きく変えた点になります。回避が L2 ボタンになってるんですね。以前はソウルシリーズと同じく×ボタンで回避でした。エルデンリングはデフォルトだと丸ボタンになってたかなと思うんですけど、×ボタンとね丸ボタンをキーコンで入れ替えておくと個人的にはだいぶ操作しやすかったですね。やっぱりコントローラーの構造上、×ボタンが一番押しやすい位置にあるんじゃないかなと思います。ではホームポジションの話に戻るんですが、ソウルシリーズではホームポジションがこういう感じになっています。 LR 系は左右の人差し指と中指でカバー、左の親指はスティック状に配置、そして右の親指は×ボタンの上。結構こういうホームポジションのゲーム多いですよね。ロックオンして戦う場合は R スティックに触れる必要がないので、戦闘中はこのホームポジションからほとんど指を動かさずに戦えます。S トビーによる回復アクションは四角ボタンなので、ほぼほぼホームポジションのまま押すことができますよね。右手の親指は四角と×両方にかかっている感じ。魔法とかアイテムを使用する場合はホームポジションを崩すことになるんですけど、基礎的な戦闘アクションに関してはホームポジションの上で完結しているので、非常に素晴らしい操作体系だなというふうに思います。この LR ボタンで攻撃防御の全てを賄うっていう操作の体系に関しては、もうソウルシリーズというかね、ソウルライク全般で真似されている仕組みになっていますね。ただうちのゲームだとこのソウル式ホームポジションが使えないんですよね。このゲームには方向属性っていう概念があって、敵の攻撃をガードする時なんかにこんな感じで相手の攻撃してくる方向に対して R スティックを正確に入力するっていうような操作があったりします。つまり右手親指のホームポジションは R スティックの上でありたいんですよね。もう親指はスティックの上に永住する覚悟だと、左右ともにね。
ただそれがずっと実現できていなかったんですよね。今までの古い操作方法では回避アクションはソウル式の×ボタンでした。つまり右手の親指は常に R スティックと×ボタンを行ったり来たり、まるで東京大阪間を新幹線で往復しまくる売れ始めの大阪芸人みたいなハードスケジュールです。他のホームポジション上のボタンが全て別の操作で埋まっていたので、こうせざるを得なかったんですよね。 R1 と R2 は攻撃アーツ、右スティックは方向属性の入力、左スティックはキャラクターの移動、そして L2 がガードで L1 が弾きっていう形でした。ここでどうしてガードと弾きの操作を別々に分けていたのかっていう疑問が出てくるじゃないですか。だって赤狼とかだと一緒でしたもんね。タイミングよくガードした場合は自動的に弾きになってくれるっていう仕組み。このガードと弾き2つの操作を分けたっていうのにも一応理由があって、そもそも僕おねちゃきがあんまり好きじゃないんですよね。おねちゃきっていうのは赤狼のプレイヤーの間で使われている単語で、赤狼には相手の攻撃を弾くためにタイミングよくガードボタンを押すっていう要素があるんですけど、そのガードボタンを時の運に任せてこれでもかって連打しまくることをおねちゃきと言います。ガードモーションを連発しまくる様が刀をチャキチャキしている風に見えることからおねちゃきという名前になっていると思います。一応語源としてはダークソウルシリーズで運任せにパリを連発するおねパリっていう言葉がありますね。弾きの猶予フレーム自体は結構長めに設定されているので、初見の敵とかを相手するときはこのおねちゃきでね様子見するのが意外とガチだったりします。というのも赤狼はゲームの難易度を上げるための要素として弾きのタイミングをシビアにするっていうところに重きを置くのではなく、弾きでは対処できない危険攻撃、これは下段とか突きとかつかみとかですね、そういったものでプレイヤーのメンタルを揺さぶるっていうところに主眼を置いています。弾きそのものはもはや呼吸のように当たり前にこなしつつ、その他の危険攻撃に対応していきましょうねっていうゲームデザインなんですよね。これが本当に素晴らしくて、この弾きながら他の危険攻撃に対応していくっていう忙しさが、まるで受話器をね肩で挟みながらキーボードカタカタやってるサラリーマンみたいな、俺めちゃめちゃ仕事してるやん、めちゃくちゃ赤狼上手くなってるやんっていう満足感をプレイヤーに与えることに成功していると思います。ただこれは本当に僕の好みなんですけど、もうちょっとだけ苦戦したいんですよね。敵の奏でるリズムに完璧に乗り切れていない時はちゃんと弾きを失敗して痛手を受けたいんですよ。なんかここだけ切り取ったらド M みたいに聞こえちゃうかもしれませんけど、要はちゃんと失敗すべき時は失敗させてほしいっていうことですね。なので敵の攻撃に対してローリスクローリターンで対処したい場合はガード、ハイリスクハイリターンで対応したい場合は弾きという風に操作自体を分ける必要があったわけです。一応ガードと弾きをワンボタンでやる別の方法としてスマブラ SP みたいなリリースアクションによるジャスガシステムっていうのがあります。ガードボタンを押してる間はガード判定、ボタンを離してガードが解除される瞬間にジャスガ判定が出るっていう仕組みですね。これと同じ仕組みがアサシンクリードバルハラにも使われていて、個人的には結構いい感じでしたね。ボタンの数も削減できるんで悪くはなかったんですけど、結局うちのゲームには方向属性があるんで R スティックとガードボタン、この2つの組み合わせで弾きが発生するようにしました。以前までの操作方法だとガードしたい場合は L2、 弾きたい場合は R スティックで方向指定しながら L1 だったんですけど、新しい操作方法ではガードしたい場合は L1、 弾きたい場合は L1 プラス R スティック。感覚としては L1 をホールドしてガードを展開しながら弾きたい攻撃に対して R スティックを倒すと弾きアクションが出るっていう感じですね。つまり弾きというアクションのトリガーが R スティックを倒すっていうスティックの入力になったわけですね。どうしてもアクションのトリガーはボタンを押すことであるっていう固定観念が僕の中にあったんで、なかなかちょっと思いつけなかったんですけど、こうすることによってね
L2 ボタンに操作の空きが生まれました。で、この空いた L2 ボタンに何の操作をバインドするか。そうです。皆さんもうお分かりですよね。右手の親指が散々苦労させられてきた×ボタンの回避。こいつを L2 ボタンに引っ越しさせました。これで晴れてホームポジションの完成ですね。LR のショルダーボタンとトリガーボタン、そして LR スティック。これらのみで戦闘の基礎アクションが完結します。美しいですね。というわけで今回はチュートリアルをなぞりながらですね、新しい操作方法とコントローラーの持ち方、ホームポジションについてお話しさせてもらいました。スティックを倒すっていうことがね、アクションのトリガーになっているっていうのは、僕の記憶の中だと確かモンハンのトライだったかな。 Wii で出たやつ、あれで初めて触れたんだよね。普通に R スティック倒すと攻撃するっていう、結構当時の僕にとってはかなり衝撃的な操作方法だったんで、強く印象に残ってますね。モンハントライ。ラギアクルスが初めて出てきたタイトルだったかな、確か。水中戦とかもあったよね。めちゃくちゃ懐かしいけど、まあね、今後もいろんなゲームを参考にしながら開発進めていきたいと思います。このゲーム、千葉津のぼらば竜の降るの Steam ページのリンクを概要欄に貼っているんで、よかったらね、ウィッシュリストにぶち込んどいてください。お時間ある方はぜひもう一本他の動画も見ていってください。それでは今回はこの辺で失礼します。アンバサ。